このデスエッセンスで復活できる生物に関しては、条件が2つあります。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、ダウンロードコンテンツ、ボブズトールテイル第一生物、オアシサウルス徹底解説をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりまして、追加要素となりますダウンロードコンテンツ、ボブズトールテイルのスコーチドアース用の新生物、オアシサウルスなんですが、転生能力を持った画期的な生物となっておりまして、その他いろんな能力がありますので、順番にご紹介していこうかと思います。後半、テイム方法であったり、食事であったり、これも特殊になっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。では、まず、基本的な能力からになるんですが、オアシサウルス、攻撃はありません。移動のみになりまして、飛行、使えばこのように飛行できます。移動に関してはですね、基本的に旋回能力高くないので、横向いていただくと、その場で回転しますので、これを使って移動していただいた方が、進みながら曲がるっていうのは結構苦手なので、使っていただければと思います。基本的に生物に狙われることはないので、置いておいてもさほど問題はないかと思います。続いて建築について、オアシサウルスはこのように背中に直接建築をすることができます。ちなみに背中に乗っているリソースは土台を置くと壊れるようになってますので、手では壊せないんですが、気にせず設置はしていくことができます。ただし、できる範囲というのがありまして、この横のあたりとか、基本プラットフォームの外に建築するっていうのはあまりできなくなっております。この端のところとかですね、プラットフォームから離れすぎてますとなります。土台判定ないわけではないので、横には伸ばせます。場所によって前の方は割と突き出して建築できたりするんですけども、範囲が存在します。高さに関してはこのように壁が4段まで張れます。5段目は張ることができないのでご注意ください。4段目なんですが、天井は上側に張ることができません。3.5 のところには天井を張ることができます。縦横、あと高さに関しては制限があるということを覚えていていただければと思います。そしてですね、このようにプラットフォームの扱いとなっておりますので、通常プラットフォームに建築できない建材などは設置することができません。金属の壁、台、セラードア、台、巨大セラードア、巨大恐竜門、あと各種テレポーター、テックトランスミッター、テックフォースフィールド、テッククローン装置、テック専用ストレージ、金庫、工業炉と低温冷蔵庫も設置ができなくなっています。そして当然ながら、テックタレット、オートタレット、あとプラント X の種。これもですね、菜園置くことはできるんですが、プラント X の種を入れることはできなくなってます。あと、同じダウンロードコンテンツの建材であるベルと線路、こちらも設置ができなくなってます。ちなみにこのように、普通の恐竜門は設置がいくつでもできるようになっているようですので、ご安心いただければと思います。続いて、オアシスの能力。オアシスの能力には3つの能力があります。順番にご紹介していきますね。リソースの生成について。オアシサウルスはこのように背中にリソースを生産してくれます。
オアシサウルス、インベントリーが通常のオアシサウルスのインベントリーと別で、背中にあるオアシスにインベントリーがあります。ここにリソースが溜まっていくということになります。取り出していただくとまた新たに溜まっていきますので、時間経過で増えていきます。このように個体によって背中に生成されるものが変わってきます。このような形ですね。ものによってサボテンがいっぱい生えているもの、塩がいっぱいあるものとかですね。このように平均的にいろんなものが生まれるものっていうのがあります。1回の最大の取得量が変わってくることにはなるので、見た目でわかるようにはなってます。例えばこのようにサボテンであったり、水晶、石や火打ち石、砂とかであったり、木ですね。塩、硫黄、シルク、あと金属、黒曜石、原油手に入るということになります。おそらくなんですが、これが最大のオアシサウルスの生成する植物全種揃っているものかと思われます。このような形で生成してくれますので、ものによって全部あるものもあればないものもあるということですね。これも全種なんですが、生えているところは違ったりしますので、こういう形で見ていただくとわかるものになってます。もう一つ、このオアシスには能力がありまして、サバイバーで入ると青いオーラがつきます。このようにですね、今ちょっと表示バグってますが、最大20スタックでバフがつきます。健康になる、若返るという形になっているんですが、あらゆる症状を受け付けなくなります。元気になる状態ですね。何かあった時に入っていただければ改善できるというものになってます。そして最後の能力といたしまして、一番オアシサウルスの最大の魅力でもある転生になります。簡単に言うと、死んだペットを転生させることができます。完全に生き返らせるわけではなくて、転生なので子供の状態で生まれます。これにはいくつかの条件がございますので、順番にご紹介していこうかと思います。まず、転生できる生物に関して、自身のペットが亡くなってしまった場合に、インベントリーには特に何もないんですが、その死体がなくなると、アイテムキャッシュが生まれまして、死の本質というデスエッセンスが手に入ります。これは通常24時間が賞味期限となっています。ただしですね、このようにオアシサウルスのインベントリーに入れると最大で3日持つようになります。すぐ入れれないので2日ちょいっていうところになってくるんですが、持たすことができます。これで重要なところが、このデスエッセンスで復活できる生物に関しては条件が2つあります。まずは交配できる生物。子供がいる生物ですね。ブリーディングができる生物でないと転生させることができません。二つ目が、その個体ごとに1回のみ転生することができます。1回転生したことがある個体に関しては転生することができません。ワンチャンス追加されるというイメージですね。この転生に関してはクールタイムがあります。オアシサウルスの個体ごとに24時間クールタイムが存在します。通常サークルメニュー入っていないんですが、インベントリーに死の本質入れていただくと、サークルメニューにこの転生のマークがつきます。インベントリーに死の本質入れていただいて、この転生をしていただくと、子供の状態で生まれます。ただし、このように24時間クールタイムがありますので、1日1回ということになります。そして、先ほどご案内した通り、通常死の本質に関しては24時間しか持ちません。オアシサウルスのインベントリーに入れても3日しか持ちません。すなわち、死んでから3日以内でないと復活ができないということになります。なので、大量になくしてしまった場合は、厳選をする必要が出てくるということになります。いつでも復活できるわけではないので、ご注意いただければと思います。もちろん、オアシサウルスのインベントリーに入れてなければ24時間しか持つことはないので、1匹しか復活できないということになります。
では続いて、オアシサウルスのテイムについて。この子は野生で生まれた子になるんですが、このように泉のインベントリーは野生でもアクセスができます。ただしリソースを取ることはできなくて、先ほどの死の本質を入れていただくことはできます。日本語翻訳バグってるので、一旦英語表記に変えたんですが、このように一体オアシサウルステイムしている状態で放り込むと、このようにメッセージが出ます。トライブに関してのテイム上限が超えていると出てきますので、サーバーの設定によるとは思うんですが、ローカルでの設定に関しては1トライブ1匹となっております。おそらく公式も同じ仕様かと思われます。その上でですね、まず背中に登るにはグラップリングフック使っていただくか、このように飛行生物で背中に乗る必要が出てきます。そしてテイムする上で準備していただくのが、先ほどのこの死の本質というデスエッセンスと攻撃するアイテムなどになります。今回はこちらのセミオートスナイパーライフルを準備しました。通常テイムに関してはこのオアシスにデスエッセンスを入れると、このように子供が生まれます。転生した状態ですね。その間にこのようにハゲワシが襲ってきます。ウェーブでありまして攻撃をしてきます。スナイパーライフルで撃つか、このようにワイバーンとかで守るということになります。このようにゲージが赤ちゃんの体力です。この赤ちゃんを守っていくということになります。進行状況によってこの下の黄色いメーターが増えていくということになります。基本的にオアシサウルスの体力はそんなに問題ないかと思いますので、気にせず戦っていただければいいかと思います。割と簡単なのはこのように集まってきたタイミングでファイヤーブレス吐いていく。子供にはファイヤー燃え移りませんので、結構安全にゲームできるかと思います。
これでテイムが完了です。比較的ファイヤーバイバーンでプレス入っていると楽々テイムができます。このテイムに関して注意点が2つあります。一つはテイムに使ったデスエッセンスに関してはテイム終わるとこのように20連となりまして復活することができません。もう一つ、テイム時に転生を使っておりますので、この状態の場合24時間クールタイムが発生します。テイムしてすぐは転生の技術使えないことになりますのでご注意ください。続いてテイム後の維持なんですが、当然生物ですので食料値があります。そしてもちろん減っていきます。ベリーは食べません。食事するのがこのようにダウンロードコンテンツのプラントに関して何も入っていないプラントを持っている状態でシャベルで例えばこの茂みであったりと木であったりを攻撃するとこのように緑色になりましてそれぞれスモール茂みとかですねスモール木とかになります。これそれぞれスモールとか書いている通りラージ木とかですねノーマル大型サボテンとかですねスモール、ノーマル、ラージとサイズ感が変わってきます。もちろん設置する場合このように見た目もそれぞれ違ってくるんですが、これがオアシサウルスの餌となります。餌の回復量なんですが、このようにどんどん食べていくんですけども、サイズによって回復量が違います。空腹の時であったり持たしている時はラージとかノーマルとかのあたりを多めに取得していっていただくと長持ちするということになります。もちろんまたこれ殻で持っていってその辺で掘ってくるということになります。近くのラージのものを見つければ見た目大きければラージになりますんでこういうやつを持ってきていただければ餌として与えれますのでご活用いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ダウンロードコンテンツ、ホブストールテイル第1の新生物、オアシサウルスについて徹底解説させていただきました。かなり特殊で戸惑われている方も多いかと思いますし、転生についてもなかなかわからない部分っていうのも多々あるかと思いますので、これでオアシサウルス有効的に使えるかとも思いますし、餌の与えることに関しても気づいてない方いらっしゃったかもしれないので、ぜひこれでですね、オアシサウルス有効的にご活用いただければと思います。テイム数が1になってますので、極力ですね、背中見てテイムするとき欲しいリソースを持っている子をテイムするという形で取っていただければと思います。なかなか出会えるかどうかっていうところが出てきますので、大変なところではあるかと思うんですが、ぜひご活用いただければと思います。ガチャと違ってですね、テイムしなくてもわかる部分はありますので、なかなかテイムするの大変かとは思うんですが、比較的ファイヤーバイバンがいると楽々テイムすることができます。セミオートスナイパーライフルとか狙撃でゲームを楽しむという手段もありますので、ぜひ楽しみながらですね、オアシサウルステイムしていただければと思います。ソロだとなかなかサバイバーの手で守るっていうのは難しいところになってくると思うんですが、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。